動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回の動画は ANA 国内線で岩国空港へ行く様子です。岩国空港は羽田空港から約1時間40分、運航は ANA のみとなっています。前回に引き続き ANA 搭乗のため羽田第2ターミナルへやってきました。A 保安検査場近くです。前回の新千歳行きとは逆側でして、こちらはエアドゥやソラシドエアのチェックインカウンターもあります。撮影をしていたら修学旅行の団体さんが来て長い列になってしまいました。B 保安検査場が空いていたので、そちらからゲートへ向かいます。ANA ノンステータスの私は毎度のカードラウンジへ向かっております。3階にあるパワーラウンジへやってきました。ラウンジ内ずらっと並んだ ANA 便、岩国空港行きは9時5分発です。ラウンジ内無料のアイスコーヒーを飲んでおります。窓には日よけのカーテンで景色は見えませんでした。アルコール、おつまみは有料です。お土産にできそうなお菓子も販売されておりました。ゲートに向かうとすでに搭乗開始されておりました。列に並んで搭乗いたします。ANA といえばこの保管検査場と搭乗時の紙、搭乗時のピンクの紙は終了する予定だそうです。搭乗ゲートは55番2ターミの端っこになります。機内のシートは33の真ん中が通路のタイプです。シートはこんな感じ。ほぼ膝が前のシートにつきそうなシートピッチです。機材はボーイング 737-800、166席あるそうです。このゲートは C 滑走路が真横にあります。窓から外を見てみますと、飛行機の離陸を間近に見ることができました。モニターは上から出てくるタイプです。プッシュバックが始まりました。この機材は隣の C 滑走路ではなく D 滑走路からの離陸となりました。 D はゲートを離れてから遠いなぁと JAL でも ANA でも感じてしまいます。離陸をうとうとして気がつくとイルカが泳いでました。これは何の映像なんでしょうか。飲み物はまたしてもアイスコーヒー。アイスコーヒー美味しいです。 USB 電源はシートの下にありました。岩国空港は米軍基地が併設されており、降下からは撮影不可、到着から再度撮影をしております。実際の飛行時間は1時間23分とアナウンスがあり、あっという間に岩国空港へ到着です。岩国はコンパクトで綺麗な空港です。出発も到着も1枚の隔たりだけです。乗ってきた機材が羽田への折り返し便となっています。空港から JR 岩国駅まではシャトルバスを利用できます。この日は近くのイタリアンへ友人が連れて行ってくれました。ボッテガカンパーニュというおしゃれ店です。こういうお店がある街はいいですね。その後は錦帯橋へ向かいました。この日は記録的大雨の数日後で川の水位が高くなっていたそうです。錦帯橋は渡るのに往復で310円です。天気のいい休日でしたので多くの観光客の方がいました。この段幅の狭い階段の上りづらさもまた味があります。
橋のたもとに降りてみました。本当に立派な橋です。錦帯橋の後は広島へ移動します。この日の宿泊先はこちら、広島駅前のシェラトンデラックスキングルームで1泊室34,300円でした。ご覧の通りでキングサイズベッドがあっても広々、ビジネスユースにはちょっと贅沢なんですけど、何よりこの立地が最高なんです。なんと目の前が JR の広島駅になります。もちろん駅前に数軒ホテルはありますが、デラックスタイプのホテルが少ない広島では貴重な存在です。この1泊で2809マリオットポイントを獲得です。マリオットカード会員のおかげか、テーブルにはお菓子が。広島名物もみじまんじゅうです。さて、帰りは広島を経由して岡山へ移動しまして、岡山空港から羽田へ戻ります。約1時間15分ほどの所要時間です。岡山駅からバスで空港へ来ました。駅から約30分ほどで空港です。岡山空港は JAL も ANA も飛んでいます。2階は出発ロビーとレストラン、売店があります。出発まで時間があり、カードラウンジへ向かいます。ラウンジマスカットです。各種クレジットカード会員が利用できます。ソフトドリンクは無料で飲めますけれども、用事も終わったので300円でビールをいただきました。夜の時間はラウンジもガラガラで快適です。はい、岡山桃太郎空港着きました。今ここに停泊しているのが JAL 機と、あれが今日羽田まで乗って帰る ANA 機材ですね。もう、7時55分発なんですけど、7時38分から搭乗開始って今アナウンスが流れてるので、そろそろ、保安検査を通過しないといけないなという感じです。ちょっと岡山空港ね、初めて来たんですけど、なんかこうずっと来るまでは不安だったんですよね。なんか、夜っていうのもあるんですけど、真っ暗なこう山道をずっと進んでいって、やっとあったみたいな感じで、でも来てみたら本当 JAL も ANA もあるし、ラウンジもちゃんとあったので、結構いい感じでした。で、やっぱ市内から近かったですね。バスで30分ぐらいだったので、なんか結構便利なんじゃないかなと思いつつも、夜の道は怖かったです。では保安検査行ってきます。羽田駅1番ゲートから搭乗開始です。行きの岩国までの機材と同じですね。 B737-800 安全のしおりも同じものです。小さい空港は滑走路もすぐ近くにあるので離陸までが早いですね。すぐに羽田へ向け離陸となりました。岡山から羽田までの実飛行時間はぴったり1時間ほど。気づいたら神奈川あたりの夜景ですぐに到着です。車でシートベルトをお締めになったままお待ちください。後ほど物入れを。さて、到着後てっきりタラップで帰れると思いきや、タラップはあるのになんと置き止め。不思議な建物を通ってバスへと移動します。バスに乗ってターミナルまでは10分ほどかかったので結構遠いところだったようです。無事到着です。ご視聴ありがとうございました。